どうも、クーピーチャンネルです。今日はですね、ナッツ RV さんに長期お借りしているこのクレアでマイノリサービスエリア車着行ってきます。今、大阪堺市のセブンイレブンにいます。明日の朝、愛知県で用がありますので、行けるとこまで行ってどこかサービスエリアで仮眠して早朝出発します。今日は自分の愛車軽キャンピングカーインディ727でもよかったんですけど、どうしても検証したいことがあります。ボディの遮音性なんですけど、クレアとインディ同じ素材なんです。中に入っている断熱材、クレアが 35mm、 そしてインディが 22mm。 インディでもかなり外部の雑音遮音してくれます。クレアの 35mm になるとどれぐらい変わるのか気になります。一番効果が分かりやすいサービスエリア、エンジン音など響き渡る喧騒の中で車着して体感します。そして明日帰ってからクレアとインディ幹線道路沿い止めてみて、同じ条件でアプリで騒音も測ってみます。今日はポータブルバッテリー持ってきてません。クレアのサブバッテリーだけで車中飯やエフヒーターなど全て使ってどのぐらい残るのか確かめます。今のサブバッテリーの残量は 83% です。今から高速走りますんで少し増えると思います。はい、それでは安全運転で行ってきます。今日はどうしても車内で食べたいものがあります。で、近くにスーパーありますんで、そこに寄ってから再出発します。スーパー到着しました。遅くまで空いてるスーパーなんで助かります。クレア普段使いしていて駐車慣れてきました。これ一般の駐車場なんですけど、ちょうど駐車場の線ですね、ここと反対側ぴったしなんです。最近の大型スーパーなどはこういった駐車場が二重線になってるんで、こういうとこは安心して止めれます。ただ一本のところはギリギリになるんでかなり気を使います。さあ、それでは急いで買い物行ってきます。牡蠣を買ってきました。牡蠣車内で調理する方法ずっと考えてました。海鮮系ってなかなか匂い取れないんですよね。ギャレがあるんですけど、ここで処理しちゃうと匂いが取れなくなります。これならいけそうというやり方が見つかりましたんで、今日は試します。それでは冷蔵庫の電源つけて走行充電していきます。もうほんと 2,3 分走っただけなんですけど、2% 増えて今 85% になってます。今電光掲示板の注意報で横風注意と出ていました。今日はかなり風強いので横風に気をつけた方がいいかもしれません。今のところあまり揺れてません。こういったトラック今追い越しあったんですけど、この風圧で揺れることはありませんでした。はい、料金所ですね。せっかくなんでこれ20キロから60キロまで加速してみます。で、タイム測ってみます。今20キロです。いきます。せーの。はい、今50キロまで踏みました。50キロと制限速度出ていたんで60キロではなく50キロにしました。今は
制限がなくなって80キロまで速度出せます。加速かなり速かったです。もうベタ踏みでそこまで踏みました。背中に押し付けられるような加速感はありました。やっぱり3リッターのディーゼルターボすごいですね。今奈良県に入りました。奈良の平野部なんで雪降ることはまずないと思うんですけど、一回次のサービスエリアで止まってみて道路の状況を調べます。はい、到着しました。かなり広いサービスエリアです。こっちが小型なんですけど、後ろが大型です。もう大型はびっしりトラックで埋まってます。ご苦労様です。こんな感じでトラックかなり近いんで、やっぱり音はすごいします。トイレをお借りして電光掲示板で高速道路の状況分かります。チェックしておきます。この先の西名阪高速道路、なんか工事すごいマークついてますね。ただスタッドレスタイヤ、冬タイヤとかの規制は書いてません。やっぱりこの先雪が降るそうです。今奈良県ここなんですけど、ここから愛知県に行く途中、三重県の山の方でこれから雪が降るそうです。で、このクレアスタッドレスタイヤではありません。なので今日はここで車中泊させていただいて、早朝にまた情報を見て判断したいと思います。かなりの喧騒の中なんで、遮音性を体感するにはちょうどいいと思います。走行充電されて、今サブバッテリーの残量が 95% になりました。なので約30分走行して 10% 充電された計算になります。1時間だと 20% ですね。前もそのぐらいだったんで、やはり走行充電はすぐ溜まるようです。クレアのエボシステムすごいですね。やっぱり電気にはかなり強いようです。今車内の温度が 10.8 度、少し寒いので FF ヒーターつけます。今周りの騒音なんですけど、軽くしか聞こえません。一番聞こえるのは FF ヒーターの音です。一度後ろの窓を開けてみて騒音をアプリで測ってみます。で、今 FF ヒーターの音がすごい音しますんで、一回切っておきます。今後ろのベッドに来ました。窓は全部閉めている状態です。で、この状態でアプリで騒音を調べてみます。このアプリはスペクトラムアナライザーといって、各周波数の音量デシベルがわかります。一回測ってみます。はい、一番大きい音量で48デシベルでした。だいたい60ヘルツぐらいなんで低音だけですね。48デシベルっていうのはかなり静かです。図書館並みですね。それではこの状態で窓開けてみます。やっぱかなり音しますね。もう後ろにトラックがエンジンつけて休憩されてます。では同じ場所で計測します。アプリでは60から100ヘルツ、ほんと低音ですね。ここが62デシベルでした。62デシベルっていうのはだいたい走行中の
自動車の中ぐらいです。なのでやっぱり音はかなり入ってきます。やはりボディの断熱で遮音性もかなりあるようです。ただ高音は遮音できるんですけど、低音っていうのはやっぱり遮音難しいんで、エンジン音の低い音は入ってきます。このぐらい遮音されていれば全然問題なく寝れると思います。横にエンジンつけたトラックをいる割には静かだと思います。それではもう一回 FF ヒーターつけておきます。今車内の温度は19度で、外気温が 4.1 度下がってきました。今日はこの牡蠣で牡蠣の卵とち丼作ります。牡蠣は水で洗わないといけないので、車内での調理向いてないんですよね。でも片栗粉と塩まぶして少ない水で洗えるようです。お水をこの凝固剤で固めれば車内でも牡蠣いただけるんじゃないかと思います。今から試してみます。その前にご飯を用意します。こちら100均のダイソーで買ったんですけど、ここにお米入れてお水さして電子レンジでチンしたらお米できます。クレア電子レンジありますんで、ここでお米炊きます。それでは牡蠣を水洗いしていきます。こちらのお皿なんですけど、これも100均のダイソーで買いました。これなんか汚れが落ちやすい加工をしてあるそうです。この防止袋、これ二重にしてここに凝固剤入れて捨てていきます。はい、お水無事固まってきました。これで縛ります。これだと匂いもしないんで、これで家帰ってゴミに捨てます。それでは牡蠣の水分取ってる間にご飯レンチンしていきます。だいぶ水も吸ってます。500ワットで4分加熱します。インバータースイッチを押して、これで電子レンジ使います。でこれ600ワットなんで500ワットで4分なんで3分40秒にしておきます。やっぱり電子レンジあると車中飯の幅広がりますね。でこれ最初の加熱した後、あとは200ワットで7分加熱します。これが多分弱火を再現してるんだと思います。最初の加熱終わりました。でここでモード500ワット600ワット、あと解凍とか選びました。で解凍が200ワットなんで調べたら、これであと7分いきます。
次はスライス玉ねぎ入れるんですけど、スーパーでこういった玉ねぎサラダ売ってたんで、こちら入れます。いただきます。ごちそうさまでした。いやもうすごい満足しました。あとは牡蠣に当たらないことを祈るばかりです。いやーこれめちゃくちゃいいな。吸水タオルって言うんですけど、これ Amazon で買いました。今まではギャレーで食器洗ったらこれ乾かして待っていたんですけど、この吸水タオルで拭いたらもう全然一瞬で乾いていきます。でしかもこれめちゃくちゃ水吸うんですね。なんで今まで使えへんかったやろって思うぐらいいいです。綺麗になりました。でこのランタンなんですけど、こちらも100均のダイソーで買いました。100円ではなく300円ぐらいでした。これスイッチつけると結構明るいですね。で切ってもう一回つけると色変わります。で次は炎ですね。炎を再現してます。100均でこんな売る時代なんですね。今日なんですけど、後ろの常設ベッド、こちら前回寝ましたんで、今日はこのソファーをベッド展開して寝てみたいと思います。このテーブルが秀逸で、これ上に上げて外れます。そしてここをベッドの板になります。一瞬でベッド展開できます。これなので一回今日は実際にどのぐらいかかるのか測ってみます。31秒でした。めちゃくちゃ早いですね。これなら常設ベッドじゃなくても展開苦じゃないと思います。
ございます。いや、ぐっすり眠れました。騒音なんですけど、大丈夫でした。こんな感じで、通路一つあって、その後ろにエンジンかけている車があるぐらいでしたら、問題なかったです。やっぱり、このボディの断熱材の厚さ、厚いと遮音性もかなり効いてくるようです。今の外気温が10度、中が 14.4 度。FF ヒーターは消して寝ました。バッテリー残量が 65% です。またヒーターつけて温まります。今高速道路を確認したら雪は降ってなくて先に進めるようです。安心しました。昨日ご飯1合炊いて半分余ってますんで、こちらいただきたいと思います。で、自分の家でよくやっているカップチャーハンを作ります。ここに調味料を入れてレンチンするだけで美味しいチャーハンができます。それでは作っていきます。あとは電子レンジで2分温めるだけです。お味噌汁もいただきたいので、この電気ケトルでお湯沸かしていきます。いただきます。ごちそうさまでした。いやー、満足しました。カップチャーハン、ほんとお手軽で美味しいんですよね。いつも家でやってます。最近は玄米やオートミールにも変えてやってます。今日は撮影用なんでお皿出しましたが、普段だったらもうカップのまま食べれますんで、洗い物も少なくて済みます。電子レンジが車内にあるとこういう料理もできるんですね。時短で美味しくて忙しい車中泊にはもってこいですね。バッテリー残量が 56% になりました。昨日車中飯で鍋と朝食は電子レンジ、あとFFヒーターと冷蔵庫、照明つけっぱなしで1泊2日で 56% です。かなり電気使いました。で、今からまた2時間走りますんで、1時間で 20% 増えますんで、96% ぐらいまで復活すると思います。なので、また一晩電気使いたい放題ですね。いやー、すごいシステムですね。今回高速道路で車中泊してみて
ボディの断熱材の厚さで遮音性も高まることが分かりました。次は帰ってからインディ727軽キャンピングカーと実際に横並べて騒音をアプリで比較してみたいと思います。それでは安全運転で行ってきます。ではまた後でインディ727と比較するためにカメラ回したいと思います。はい、それでは今から騒音の計測します。こんな感じでインディ727とクレア並べました。なかなか面白い絵ですね。もう後ろがこんな感じで幹線道路で車がずっと流れてます。でインディとクレアはこんな感じで後ろ揃えて駐車しました。今現在の騒音がだいたいトラックが70デシベルで一般の車が65デシベルでした。ではまずインディ727中に入ってみます。やっぱりもう全然遮音性違います。かなり静かになりました。で測っていくと、はい、今計測したところ一般の車走った時がだいたい44デシベルでした。44デシベルだったらもう図書館並みに静かです。で次クリア行ってみます。それでは同じテーブルの上に置いて計測していきます。一般の車が42デシベルぐらいでした。でトラック走ると50デシベルでした。いやー、興味深い結果になりました。インディ727が44デシベル、クレアが42デシベル、その差2デシベルになりました。車によって騒音の量も違いますんで、参考程度の数値になります。一応両方とも5分間ぐらい計測して、平均取った形になります。体感上なんですけど、今聞いた感じ、違いあるかって言ったらそこまでわかりません。両方ともめちゃくちゃ静かです。で、意外だったのは、インディ727がすごい静かなんだなと思いました。やっぱり壁の断熱材入ってるだけでこんだけ違うんですね。ずっと知りたかった検証できてめちゃくちゃ嬉しいです。いやー、遮音性やボディって本当奥が深いですね。で、インディ727はこのポップアップ上げちゃうと遮音性が全然なくなっちゃうんで、その辺はデメリットだと思います。でもかなり検討しましたね。面白かったです。